こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は人気観光地金沢の旅を完全版として徹底紹介いたします。絶対に訪れたい観光スポットはもちろん、飲み歩き含めたグルメもとことん完璧に紹介いたします。まさに一生に一度は行くべき至高の観光スポットです。最後まで見ればその理由がわかります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。金沢は北陸新幹線が通り、都心からのアクセスが抜群の人気観光地。歴史と美食、工芸と芸能、そして現代のアートと建築が混在する魅力的な都市。石川県の県庁所在地でもあり、人口は約45万人。観光スポットとしてかなり人気があり、通年観光客で賑わい、一度訪れるとその深みに魅了され、何度でも訪れたくなる金沢ですが、冬のシーズンは美しい雪景色が楽しめるので、特におすすめです。兼六園、金沢城公園など、かつて加賀藩の百万石の文化と歴史を感じることができる観光地や、加賀藩時代の街並みを維持した東茶屋街や長町武家屋敷界隈などが魅力で、なんといっても美食の都でもあります。のどぐろ、ズワイガニ、加賀野菜といった地元の一品を堪能でき、特に百万石の寿司は一度味わってみる価値があります。冬の北陸は寒いのではと思われがちですが、12月、1月の最低気温は実は東京とほぼ同じ。最高気温は2度ほど下がりますが、大きな違いはありません。雪は例年12月下旬ぐらいから降り始め、2月いっぱいまでは雪が降る日が多くなりますが、積もっても数センチということがほとんどで、街中では冬の間雪がずっと残るということはありませんので、観光はしやすいですよ。今新古で駅ですね。ここから新幹線に乗って京都まで行って、そこからサンダーバードに乗って金沢まで行きたいと思います。はい、京都まで行きます。なんか僕晴れ男だったはずなんですけど、最近雪男でですね、札幌に行った時もめちゃくちゃ雪降りましたし、城崎温泉行ってもめちゃくちゃ雪降りましたし、今日もね、金沢は雪になりそうでね、この雪模様も楽しめたらなと思います。はい、0番乗り場に来ました。サンダーバードの乗り場ですね。今のところ全くね、雪とか降ってないですけど、9時9分発ですね。今9時2分になります。じゃあ、行きます。完全に吹雪いてますね。はい、寄りました。金沢。さあ、出ました。さあ、今から近江町市場とかにね、行きたいと思います。その前にホテルに寄って荷物だけね、つけようかなと思います。はい、それではね、金沢駅に到着しました。で、金沢駅はね、駅自体がもう観光名所みたいになってるんですね。アメリカのね、旅行雑誌トラベル&レジャーのね、ウェブ版にて、世界で最も美しい駅14選の中の6位に選出されたらしいんですね。それぐらい、豪華な、ね、駅です。もう見栄えがすごいですよね。見た感じから迫力があるという感じです。で、大きなね、傘をイメージしたもてなしドームって言われているみたいで、ガラスとアルミ合金からなる巨大な天井ドームと、使用した強化ガラスは3019枚、アルミフレームは6000本使われているということなんですね。すごいですね。で、なぜそういう風になってるかというと、金沢っていうのはすごい雨がね、多いですよ。雨とか雪が。今日も雨降ってますけども、弁当を忘れても傘を忘れるなっていうようなね、言い伝えも昔からあるようで、年間通して雨の日が多いから、それもあってこういう傘をイメージしたデザインになってるということですね。いや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 、すごいですね。そしてこのおもてなしドームの先端にあるのが鼓門っていうところなんですね。これもなんかすごいですね。これだけで写真撮り応えがあるみたいなね、感じになってますけども、これも有名なところですね。みんな写真撮ったりしてますよ。こんな感じですね。はい、高さ 13.7 メートルの太い日本の柱に支えられたものですね。伝統芸能である加賀宝生能ですね。加賀宝生の鼓をイメージしていると。すごいですね。これも見応えあります。城下町であるね、金沢は伝統芸能でおもてなしをする文化が
息づいてるということで、こういった門になってるということですね。ここでは絶対ね写真撮っておきましょう。はい。で次ねちょっと動線関係見ていきたいと思うんですけど、今から近江町市場に行きたいと思うんですが、その近江町市場まではだいたい15分ぐらい歩けば行けるんですけど、タクシー使ってもいいですし、バスなんかもね発展します。ここにバスチケット売り場あって、あとはこの総合交通案内板というところでもうそのバスのね予定だったりとか全部出てますね。有名なね兼六園行くにもこのバスで行けますよ。東茶屋町行くんだったらこれで行けますよ。今から行く近江町市場ももう11時27分です。今23分ですけども、9番に乗ればいいということでね、もう観光客が迷わないようなね案内がすごくされてますね。いやー工夫されてるな。これはもう全国真似してほしいですね。素晴らしい。ということでどうしようかな、バスで行きましょうかね。バスで行こう。はい、この9番から乗るみたいですね。で今気温がだいたい2度ぐらいですね。すごく寒いはずなんですけど、僕先週ね北海道に行ってきたばっかりなんで、なんかそんなに寒くないみたいな感じです。はい、近江町市場に行く前に今日ね宿泊させていただくアナホリデーイン、まだねチェックインの時間ではないんですが、ちょっと荷物をね置かせてもらおうかなと思うね。この眺めすごいっすね。はい、地下から通って近江町市場来ました。今ここですね。この辺に行ってこの辺ちょっと回りますか。じゃあちょっといろいろ回ってみますね。地下1階とか2階とかもあるんですね。まず1階でちょっと見ましょうか。いい感じの市場になってますね。こっちも見てみましょう。ブリのたたき、なんか並んでる。金沢カレーね、有名みたいですね。市場ですね。金沢カレーもちょっと気になるな。果物も多いな。まあいい値段するけどな。別にこの地域のものではないっぽいな。うなぎ、土壌のかば焼きね、ちょっと今日食べたいですね。うなぎ、土壌串焼きも売ってる。うまそうな店がいっぱいありますね。うわ、雪がすごい。雪がえらいことになってる。ここはねもう雪降っても大丈夫ですからね。今のうちに降っといてもらわないと。金沢おでんな、これも食べないといけないな。このね杉本水産というところの土壌がうまそうなんで、これいただきたいなと思います。これか、すごい土壌のかば焼き、これ食べよう。じゃあこれを一つもらいます。ありがとうございます。土壌のかば焼き、これちょっと食べてみたいと思います。土壌のかば焼き、ちょっと楽しみですね。食べてみよう。うなぎと似てるんですけど、うなぎよりあっさりしてる感じかな。うまい。これで僕のスタミナも確実にアップしましたね。それではね海鮮丼食べに行きたいと思います。来ました。ありました。雪き亭。ここに行きたかったんですが、どうなってる？閉まってる？なんと行きたかった生き生き亭が閉まってたので、このもりもり寿司もね最近はいろんなところにチェーン展開してるんで、でもやっぱり人気ですよね。ここや。ここも安い。もしかして完全に空いてないですね。もうこれはもうちょっと空いてるところに調べていくみたいな方向に変えます。ここもなんかうまそう。刺し寿司、日本酒飲みたい。ご予約のお客さんのみやって、満席じゃないんやけどな。さあようやく空いてるお店を見つけました。ここでは美味しい海鮮丼とお寿司が食べられそうですよ。もちろん日本酒も。ちょっと日本酒を頼んじゃいました。かがずる純米っていうの頼みました。日本酒いただきます。金沢の酒はやっぱうまいですね。最高ですね。海鮮丼来ました。なんで縦動画しか撮ってないねん。それではいただきます。これはうまいぞ。幸せですな。贅沢すぎるな。めちゃくちゃうまいわ。さすが金沢。いただきます。カニ。
確かにうまい。あとやっぱね、金沢といえばのどぐろということで、のどぐろ握り頼みました。あと白エビ、白エビ、白エビ、白エビ。それではのどぐろいただきます。いや、長えな。別格のうまさです。いや、違う。うまい。金箔がねついてますね。この金箔もね金沢の特徴なんですよね。このについてはまた後で話したい。金箔が売りっていうことも覚えておいてください。撮影してるからめっちゃ見てくるやん。いやー美味しかったですね。よかった、店が開いてて。海鮮丼も最高に美味しかったし、のどぐろもめちゃくちゃ美味しかったです。で雪もね結構降ってきたんですけど、まだなんか北海道とは違う雪質というかね、水気が混じったような雪質になってますけども、兼六園にね今日行こうかなと思ってたんですけど、こうやって雪が降るんなら明日雪が積もることを想定して、雪が積もったところをね撮った方が絶対いいかなと思ってるんで、今日はね兼六園やめて東茶屋街、そこにね今から歩いていきたいと思います。いやもうちょっとねすでにほろ酔いですわ。体も温まった状態でいきたいなと思います。近江市場からだいたい5分から10分ぐらいの間ぐらいですね、歩いてきて東茶屋町到着しました。この辺でちょっとなんかカフェとかいろいろあるみたいなんでね、見ていきたいなと思います。街並みを楽しむといったところでしょうか。古民家を使ったね案内所もあったりとか、お茶屋っていうのはそのお茶を飲むところではなくて、裕福な男の人たちと芸妓さんたちが集う大人の社交場みたいな感じの意味合いなんですね。勘違いしてますよね。ここは休憩館なんですね。ここにはボランティアガイドとトイレがあると。営業時間がねこの辺営業時間結構早いんで、6時頃には閉まる店が多いんで注意しましょう。Watch your head, please. 気をつけてくださいということですね。ここでね、ちょっと古民家を使ってこういうものを作ってる。いいですね。井戸なんかもありますよ。それでは休憩場所を過ぎて進んでいきましょう。来た金箔ソフトクリームありますね。どこかのこうねお茶屋さんに入って、ちょっと休憩するみたいな感じでしょう。金箔ソフトクリームみたいなのがねちょっと有名で、なんで金箔が有名なんかっていうところなんですけども、この金沢って国内の金箔シェアほぼ 100% を誇ってるんですよね。すごくないですか。で金箔といえばもう金沢みたいなね名前も金って入ってます。でこの金沢でこれほど、この製箔業って言ったんですかね、金箔を作る業種が盛んになったのには大きく2つの理由がありまして、1つは金沢のね気候ですね。このやっぱり金箔っていうのはその静電気が起こりやすいような乾燥したね場所を嫌うんですよね。でもこの最初ね駅でも言ったように、この金沢っていうのは、非常に雨とか雪が多いんで、めちゃくちゃ湿気してるわけですよ。でそれが金箔を作るには、めちゃくちゃいい環境だったということですね。あと一つはね、その金箔を作るっていうめちゃくちゃ地道な作業ですよ。この地道な作業をやっぱりこの金沢の土地の人はやってのけたっていうことですね。それがすごいんですよ。これってね多分あったかい地域に住んでる人とやっぱり寒い地域に住んでる人って忍耐力が違うというか、これはね世界旅してても思うんですけど、あったかい地域に住んでる人ってそんなに忍耐力ある人少ないんですよ。寒い地域に住んでる人ってやっぱこう寒さを耐え忍んでるみたいな生き方をしてるんで、結構忍耐力強い人が多いんですよ。なので金箔を作るようなこう忍耐を必要とされるこう仕事が成り立ったっていうんじゃないですかね。もし例えば南国で、南国湿気てるからといってでも多分その忍耐強い人がそんなにいないから、金箔を作る産業っていうのはできなかったんじゃないかなと、これ僕の予想です。本当そうなんですよね。不思議とあったかい国と寒い国の人間の性格って違うんですよね。良くも悪くもやっぱあったかいところに住んでる人は陽気です。それはそれですごいいいところ。はい、ここが島ですね。ここはねちょっとカメラ入れないんでスマホでは撮れるらしいんで、美味しい生菓子付きお茶、お抹茶がいただけるということで、それいただきたいと思います。ここはね江戸時代に建てられたお茶屋で国の重要文化財になってるんですね。
スマホ撮影しかできなかったので写真で紹介しますね。江戸時代に建てられてね、そのままなんですごく風情があります。和菓子と抹茶をいただくこともできてね、いやすごくいい時間を過ごせました。いやこれも最高の体験ですね。結構臨時休業のとこ多いな。こんなもんですかね。ちょっと金箔食べて帰ろうかな。はい、ここでなんと金箔をかけたソフトクリームがあるということで、こんな寒い日にねいただきたいと思います。金箔入ります。お待たせいたしました。やばいの来ましたね。じゃあこれが金箔ソフトです。やばいっすねこれ。キラキラですよ。じゃあこれいただいてみます。金なんか食べたことないですけどね。僕のもう唇が金でいっぱいですからね。特に味はないかな。金箔を食べてるっていう体験がね素晴らしい。ソフトクリームはもう普通に美味しいです。いやこれはぜひ体験してほしいですね。タクシー使ってね一気にやってきました。長町武家屋敷跡野村家やってまいりました。風情漂うね長町武家屋敷跡ということで、その界隈で唯一一般公開されている屋敷が野村家ということですね。これですね、野村家目の前にありますけど、ここが豪華な建物と情緒あふれる庭園は世界にも高い評価を受けていると。前田利家に仕えた野村伝兵衛信貞の屋敷跡ということですね。樹齢400年以上の木とかもあるみたいですね。これかな。アメリカのね庭園の専門誌ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング誌の日本庭園ランキングで3位に選ばれたところがねここみたいですね。野村家はミシュラングリーンガイドジャポンの格付けでも2つ星に選ばれていると。そう言われるともう見ないといけないですね。海外からの観光客もかなり多く訪れるみたいですね。また2階の茶室ではお抹茶をいただくことができます。僕は先ほどねいただいたんでもう1回いただかないですけど、ちょっと中は見たいなと思います。見ましょうかね。撮影できるかちょっと分かんないですけど、結構時間早いんでね気をつけてくださいね。今は2月なんで4時半までですね。今3時17分なんでよかった間に合いますね。入りましょう。なかなかの存在感ですね。庭も美しいですね。これはすごいわ。風情ありますね。これは3位になるの分かるわ。僕もこんな家に住めるように頑張ろう。上段の間、金に留めをつけない。見てみたいですね。襖もこうガラス、これは展示だからこうなってるのか、もともとこうなのか。いや美しいなこれ。いやこれはすごいわ。そんな庭に詳しくない僕でもこの美しさはわかるな。こんな庭欲しいわ。いやこれは金かかってるな。すごい鯉も。これは素晴らしいですね。ちょっとね今も雪がこう積もってますけど、これもっと雪降ると明日とかだともっと美しいかもしれないですね。これも美しい。いやーお金かかってるな。こういうのってなんか熱海とかにもなんかこういうところがありましたけど、またそれとはまた違う。本日お抹茶終了いたしました。大丈夫です。もう僕は飲んできました。これまた上から眺めるとそれはそれでいいですね。刀とかもこうやって飾られるいう感じで、美しいな。刀をよく見ると、いやーすごいな。こんな高値で取引されてたんでしょうね。貨幣ですね。お金もこうやって変わっていったんですね。これからも変わりますよお金は。はい、ちょっとこの辺を歩いて撮影して、そこからもうホテル今日はね戻りたいかなと思いますね。僕自身も城下町に住んでたんで、普通の人よりはもしかしたら感動が薄いかもしれないですけど、明日ね本当に兼六園の雪頼むでほんまに。本当は今日見に行く予定だったんですけど、あえてね雪に期待して明日という。こうやってレンタサイクルとかもね
帰れます。街乗りって言って月額会員か1回ごと1回ごとっていうのは1回165円なんですけど、30分超えると110円ずつ追加されていくと。ただこの辺の界隈はだいたい30分以内で、乗れるとのことなんで、これを使ってねいろいろ行ってくれるのもいいですね。またこれ止めれるスポットがどこまであるかですけどね、その辺はアプリで見れるんかな。いやこれホテルの近くまで行けるんやったらこれでね戻るんですけど、調べて乗るのもありですね。いやこういうのをねどんどんやっぱり発達させてほしいですね。もう自転車じゃなくて今後は電動キックボードとか、そんなんでやればいいと思うんですけど。はい、それではホテルに戻ってきました。おお、これはめっちゃいい部屋じゃないですか。ちょっとこうスイートルームっぽいぐらいのレベルの部屋ですね。さあ今からねやってるお店にね行きたいと思います。いや雪がねすごい、今日からかなり大雪になるようなね予報なんでね、もうここまで降るんだったらもう明日頼むでっていう感じですよ。兼六園見応えがある感じでお願いしますよみたいな感じですね。めっちゃ雪降ってきた。うわ、もう自分の服とかに結構積もったりして、もうすぐ着くはずです。この辺かな。ここか、ここやな、居酒屋夫婦。ここですね。風の時代にふさわしいお店です。なんとかこの雪でも空いてるところを見つけました。めっちゃすごかった雪が。やっぱりねこの金沢の日本酒をいただきたいということで、僕ね一回金沢行った時にこの草原のね一升瓶買ったんですけど、今回これ多分生原酒だからこの色なんですかね。ちょっと僕が持ってる草原の色とは違いました。めちゃくちゃ美味しいんですよ草原。これはもうねぜひ日本酒好きな人に飲んでほしいと僕は思ってます。僕も別に日本酒の、ね、スペシャリストじゃないですけど、金沢行った時にそんなに日本酒別に普段飲まないですけど感動してね購入しちゃった一品なのでいただきたいと思います。これだわ、この味や。めちゃくちゃねなんか甘い感じなんですかね。うわうま、すごいねなんかインパクトのある味。なんか日本酒って、僕もそんな日本酒詳しくないんでいろいろ飲んでもあんまり違い分からんかったりするんですけど、これはねもう確実に存在感がある。うまいわやっぱ。これはマジおすすめです。カニとかとね合わせたらめちゃくちゃ合うと思う。仕方ないですね。金沢おでんです。金沢おでん3種盛り。金沢おでんね調べてもらったんですよ。金沢おでんなんですけど、金沢おでんって言っても味とかね出汁とかっていうのはやっぱお店ごとに違うみたいなんですよ。で僕は別にそれを一つ一つこう確認するつもりないですけど、何をもってその金沢おでんというのかっていうのが定義が2つあるらしくて、おでんの種に地元金沢の食材を使っていること、これはそうですよね。もう全部他のところで使っているというのが反則ですよね。でもう一つがですね、1年通して食べられることっていうことなんですよ。だから保存食として食べてたんですよね。でこれもこの円形になってるのは車麩っていうものですね。これ金沢由来のものですかね。であと大根はどこにもあるもんですけど、あと何が入ってるの、他にもねいろんな具材があるんですけど、これはおそらく3種ですね。全部揃いました。食べるべき3種の神器、ちょっといただきますね。それではねちょっとおでんからいただきたいと思います。消えちゃったかもしれない。風ですね。そりゃそうやろ。でもうまい。保存食って感じ。お酒のあてにぴったりやし、こう美味しいですね。大根もこれ酒に合う。うめえ。白子もいただいておきましょう。やばくないですかこれ。もうビジュアルがもうすでにうまいし、あんまり食べ過ぎると痛風一直線みたいな。これいただきます。いいお店とかだったら食べれるんですけどね、神戸とかでも。これはやばい。よかった、お店開いてて。これ食べずに金沢から帰ってたらもう僕本当にもう人生3分の1損したぐらいのレベルで後悔するところでした。黒サバからいただきますか。ほんまにうまいわ。ちょっと思わず関西弁になる。うまいな。昼食べた海鮮丼を超えてきた感じですよこれ。白ソイバチメ、これも食べてみよう。白ソイバチメいただきます。うまっ。あと貝いっときましょう。貝
コリコリ。これ絶対寿司で食べてもうまい。いや最高っす。いやもう草原がうまい。米やからですかね。だって寿司もね米と食べるわけじゃないですか。だからその代わりにこの日本酒と食べるとうまいみたいな。いや最高っす。草原ね日本酒飲んでますけど、それにねこの水がついてくるんですよ。でこれってなんかワインとか飲んでる時はチェイサーとかって言うじゃないですか。これね日本酒に合わせるやつは和らぎ水って言うんですよね。いいっすよね。なんか同じ意味だと思うんですけど、悪酔いしないようにとかね、お酒を薄めるっていうような役割があって、和らぎ水いいっすね。僕も和らぎ水みたいな存在でありたいと思います。次はねガスエビいただきます。うまい。やっぱレベル高いですね。全部がもう優等生。いやー美味しかったですね。のんきに飲んでる間にちょっと積もってますよ。相当やっぱ降ってましたからね。これでもう夜中とか降ったら完全に積もりますね。積もらないようにこう水を出す仕組みとかがね完備されてるんですね。面白いですね。札幌とかこんなんあったかな。ちゃんとね今日はスノーブーツとかも履いてきてるんで対策はバッチリなんでドンと来いって感じですよ。明日はもう真っ白なね景色を期待しております。部屋に戻ってきました。で今プレミア公開終わって、その後に飲み直そうかなと思っていて、一杯だけねどうしてもやっぱ草原飲みたくて草原買ってきました。コンビニにね売ってました。今日飲んだそのやつは種類がちょっと違うとは思うんですけど、どれぐらいちょっと違うのかっていうのを、見たいと思います。それとこの金沢ならではのお菓子がねコンビニに売ってたんで、ビーバーっていうねお菓子が売ってたんですよ。これは石川県金沢市の北陸製菓株式会社っていうところが作ってる商品で、これも金沢のあられということで売られてます。これもお土産とかねに持って帰ってもいいんじゃないかなと思います。加賀生まれ北陸育ちということでね、ビーバー、そして白エビビーバー、そしてのどぐろビーバー、3つあります。コンビニであったのがこのおつまみレジェンド、そして伝説エビ、ちょっとドラクエパクってるやんみたいな感じなんですけど、甘エビ干しっていうねおつまみありました。これも石川県金沢市の株式会社北鎮という会社が作ってるもんですね。絶対美味しいやんみたいな、見てくださいこれ。もうエビがそのまま入ってるみたいな感じです。であとおつまみレジェンドエビ浜焼き、これもう他にもね種類あったんですけど、さすがに僕もこれ以上食べれないということでこれだけ買いましたけど、草原ですね。いただきます。どうなんやろう。同じ方向性ですよ。先ほど居酒屋で飲んだ草原とほぼほぼ一緒っすけど、なんか飲んだ時のなんか滑らかさというか粘り気って言ったらいいんですかね、それがさっき飲んだ居酒屋で飲んだやつの方が上ですかね。それがいいのか悪いのかちょっと分かんないですけど、これはこれでなんかなんていうすっきりしてる感じですね。粘り気がない。でも草原独特の甘い感じだったりとか、それはある。うまい。ビーバーいただきます。何が違うの。これ1970年に開催された大阪万博カナダ館のビーバー人形の歯と2本並べた形が似ていたことが商品名の由来ということで、昭和な感じしますね。ビーバー。いやこれ歯並んでたビーバーってことですね。サクサクの食感に昆布の旨味が効いてますねって書いてました。そういう感じですね。確かに昆布の後味がする。白エビ。こっちの方がちょっと優しいな。目つむってエビを食べることを想像するとエビを食べてるような感じがしますね。最後は本命ですよ。のどぐろですよ。のどぐろ、高級なのどぐろをどれぐらい再現できてるのか。いただきます。確かにちょっとのどぐろとやればのどぐろのような気がする。こう目つむってのどぐろの寿司を食べてるような。5% ぐらいのどぐろの寿司食べた気になります。どうしてものどぐろのねお酢が高くて食べれない、そういった方はねこののどぐろビーバーでごまかしましょう。そしてこのおつまみレジェンドを食べますか。これですよ。これめちゃくちゃリアルじゃないですか。でもエビじゃないですけど動き出すんちゃうんかな、食べた瞬間。お、すごい。最初食べた時はねなんか皮の味しかせんわみたいなちょっとがっかりがあったんですけど、後からもうじわーっとこうエビの味がもう湧き出てくるっていう感じですね。これ美味しいな。確かに高いだけあるわ。300円台したと思いますよ。こっちはもう見た目からうまそうですね。エビ浜焼き刺身みたいなね、このテカリなんかもやっぱ売れる秘訣なんですかね。これ見てください。絶対うまいやんみたいな。いただきます。これはうまい。歯応えもバナメイエビの殻を剥き食べやすく甘く風味豊かな味に仕上げましたと。うまい。これは草原とめちゃくちゃ合いますね。うまっ。
最高。これはぜひ買ってください。もう手がにちゃにちゃになりますわ。外は雪降ってますけどね。明日も楽しみます。今からね朝食食べに行きたいと思うんですけども、はい、このような感じでね金沢の地和もんをふんだんに使った和定食ということですね。ポテト、ポークソーセージ、スクランブルエッグ、はい、和定食が来ました。一つ一つのものがおそらく金沢の使われてるんですけど、はい、昨日から花ホリデーイン金沢スカイさん宿泊させていただいておりますけども、今回ね宿泊させていただいた部屋はアップグレードねされまして、いやーめっちゃ降ってますね。この状態で今から兼六園にね向かいたいと思います。いやー降りすぎっすね。もう僕は晴れ男じゃなくて雪男になってしまいました。もうどこ行っても雪降りますよ。これもうどんどん雪降らしていきますのでよろしくお願いします。はい、おそらく兼六園のなんか門あたりにやってきました。いや降りすぎだろ。金沢城公園黒門口、黒門ゲートエントランスですね。ちょっとここは正規のルートじゃないんで正規の方から行きます。もうこの完全なる雪道をね、通っていきたいと思います。やべえなこれ、ただのスキー場やんけ。さあやってまいりました、兼六園。ここ行かずに金沢何しに来たねみたいなぐらいの場所です。まあそれぐらいちょっとねこの雪もあってちょっとテンションがね上がっちゃってますけど、こんな雪の時に来れることなんかもうないんじゃないですか二度と、ぜひ皆さんもこの雪の中こう観光するのって、まあ自分でやるのは大変ですからね、僕はもう代わりにねしておきますので、映像でねゆっくりとね、あ大変そうだなみたいな、ようやるわみたいな感じでねお楽しみいただけたら、僕ももうこれね頑張って撮った甲斐があるっていうもんですよ。ぜひね最後まで僕はこのまま生きて帰れるのか見届けていただければと思います。来ました、特別名所兼六園。素晴らしい、ワクワクしかないですねこれは。さあ兼六園入ってみます。兼六園入園お金いりますもちろん。しかしめっちゃ安いですね。320円って相当な。いや折りたたみ傘もね役に立っております。やばいじゃあ入っていきます。いやーこれですよ、これ僕が望んでいた景色。これを撮りたいために昨日我慢して兼六園に行きたくてもうどうしようもなかったね。自分をこうなんとか押さえつけて今日の日になったわけですけど、いや我慢してよかった。いやちょっと逆に降りすぎじゃねみたいな。緑見えへんやん。いやこれはこれでねなかなか見れないんでね、緑のある景色は他の YouTuber さんご覧ください。僕は他の YouTuber では見せれないね景色とか話とかねできればなと思うんでね。いやすげえ、あほら雪ちょっと止んできたんちゃうんか。大事なところではちゃんとこうやむようになってますからね僕の場合。いや素晴らしい景色。これぞ兼六園ですね。松にをねこう吊るしてるやつが豆知識今から言っていきますよ。雪吊りですね。あれは松なんですけども、見事な松は兼六園内にたくさんあるんですけども、この黒松は円錐型の雪吊りが美しくて、こうね冬だけの風物詩として名を馳せているんですよね。素晴らしい。いや雪の季節には真っ白な雪が降り積もると趣のある景観を楽しめると、まさにこれですよね。これじゃないですか。いや素晴らしい。いやちょっと感動ですね。これぞザ日本っていう感じの景色で、外国人観光客の方にも、こういった景色ね楽しんでほしいなっていう感じしますね。素晴らしい。園内でね一番大きな池の周辺には兼六園といえば工事灯籠って言われるぐらいにその灯籠が有名です。灯籠ですね。人の足のようなこう2本足で立ってるのが美しいですよね。2本足で傘をかぶったような美しいその姿はもみじの古木と三一体となり一枚の風景として写真に収まるということですね。でこの、灯籠とかねこの橋ですよね。この橋などのこう名称がずらりとここが並んでいるということでね、真ん中にね蓬莱島っていう島なんですけども、あれは亀甲島とも言われていると、亀に似てるからねということで不老長寿を表しており、加賀百万石がいつまでも繁栄するようにとの願いが込められていると。いや晴れてきましたね。どうですか。もう僕持ってますよ。本当晴れてきました。まさかの素晴らしい。松を釣ってるものもねめちゃくちゃ綺麗です。美しいですね。雪化粧の金沢の街が、いやー最高じゃないですか。
あんだけ吹雪いてたのにここに来たらもう吹雪一切なしですよ。やばくないですか？どこ撮っても映えるな。あれが蓬莱島ですね。でおそらく一番前にある岩がね、多分亀の首というか似てるんですかね。だから亀甲島って呼ばれるんでしょう。よく見ると亀に見えますよね。不老長寿をね、皆さんも祈りましょう。この画面越しからでも全然いいと思います。もうその気持ちが大事なんだと僕は思います。ってめちゃくちゃ綺麗です。はい、このね兼六園までの道のりと、この兼六園もねやっぱりこう雪の中を歩いたんで、まあ撮影疲れもしてきたので、ここでねお抹茶とかいただいて休憩したいと思います。しぐれ亭ですね。しぐれ亭ですね。なんと清掃などのため午後1時までお待ちくださいと書いてますね。マジですか？あと1時間もありません。今11時55分なので、いやー残念無念ですね。ちょっと別の休憩場所考えますか。で実際はこういうお抹茶と、生和菓子唐崎の松っていうのがついてるのと、煎茶と千代の友っていうのがつくみたいですね。いやー残念無念。はい、それではねもう気を取り直してもうこのまま行きます。本当はここもスノーボードで駆け下りたい、それぐらいのね斜面です。はい、違うか、こっちじゃないか、ちょっと間違えてました。こっち側からね歩いて、城跡公園の方に行きたいと思います。ちょっと地図見ましょうかね。今ここですね。でさっきしぐれ亭があって、で先ほど撮影してたのがこの辺ですね。蓬莱島とかね、亀甲島ですね。で灯籠とかこっから入ってきたわけですね。こっから入ってきてここ撮って、でぐるーっとこの辺回って、今この辺まで来て、ここから出ていくっていう感じですね。こっちの方にまた戻るっていう感じですね。このようなマップになりました。意外とサクッと回れますよ。僕も1時間ぐらいかかるんかなと思ってたけど、ゆっくり眺めながら歩いても30分ぐらいで行けるんじゃないですかね。めちゃくちゃ長い人で1時間かなっていう感じです。だから兼六園のプランを絶対ね金沢旅行した際って入れると思うんで、時間どれぐらい見積もったらいいかなっていう時は1時間で予定しとけば大丈夫かなと。さっきのしぐれ亭で休憩とかする場合は、そこで30分とか1時間とか過ごす方もいらっしゃると思うんで、本当に慎重に書くんだったら2時間書いとけばそれを上回ることはめったにないんじゃないかなみたいな感じはします。はい、兼六園はねやっぱ必ず入れると思うんで、それぐらいで考えてもらったらと思います。はい、これが金沢城公園、その城跡ですかね。この景観が美しいですね。この辺の景色かな。さあまた観光スポットに入ってくると、ちょっと青空がねまさかの見え始めてると。素晴らしいですね。ここに来るまでの映像覚えてますよね。あんだけ吹雪いててね、これはもう観光無理じゃないかなみたいな、そんな状態からここまで晴れを導く。いやー素晴らしいな。空気が違うな。いやもう雪ですね。完全にスキー場歩いてる音がしますね。だいたいね僕撮影する時ってもう汗だくになっちゃうんですけど、さすがに汗だくにならないですね。ちょっとじんわり背中に汗かいてるかなぐらいの。こんな感じでよくわかりました。はい、鶴の丸休憩館ということでね、ああいう休憩所があります。おしゃれな。ちょっと疲れた方はそこで、お休みするのもいいんじゃないですかね。おしゃれですよね。はい、この辺が一応撮影スポットって言ったらいいんですかね。ここは夜はねライトアップするようなんで、それも見たい方はぜひ見ていただければと思います。今回僕はそのライトアップのところまでは、撮りませんが、これも兼六園からもう本当に歩いて10分ぐらいで行けたと思うんで、
もう全部徒歩圏内で回れるっていうところが、金沢のやっぱこうコンパクトさはやっぱ魅力的ですよね。やっぱり観光地としてレベル高いところってね、サクッとこうね、たくさんのものをコンパクトな中で見れるっていうね、広島とかもそうでしたけども、素晴らしいですね、その辺の設計というか。やっぱりね、一つ一つのスポットに行くのに全部1時間半かかるとか2時間かかるとかだとやっぱり大変じゃないですか。それだけね、ホテル泊まる日数も増えるということはコストもかかるということで、レンタカーも借りないといけないということになるんですけども、ほとんどが徒歩とかバスとか最悪タクシーとかで行ってもそんなに費用はかからないということで、やっぱそのコンパクトにまとまってるっていうのはめちゃくちゃ観光をね伸ばすっていう意味においても大事な要素になるんじゃないかなと思いますね。はい、ここがね、小山神社の正面から入ったところですね。ここから上がっていきたいと思います。ギヤマンが生える神門は見事な美しさですよね。この前田利家公と正室のお松の方を祀る由緒ある小山神社ということでございます。全国的にも珍しい和漢洋の3つの建築様式が用いられた神門は国の重要文化財にも指定されており、特に最上階にはめ込まれたギヤマンは美しいと。それでまた有名なこの鏡石、この足元ちょっと雪がかぶってて見にくいんですけど、この円形になってる鏡石ですね。この直径3メートルの丸い、これは鏡石と言われており、これは兼六園にあったものをこの神門を建てる際にこの小山神社に運ばれたと。この上に立つととても神聖な気持ちになると、意志に込められたパワーが自分に宿るような記載するということなんで、僕もパワーをいただきました。ありがとうございます。 YouTube チャンネル伸びてください。そして日本の観光産業が力を取り戻しますようにということで、ここをね後にしたいと思います。いやー、すごいな。そしてこのまままた元のルートに戻って、ゴールデンルートって言われるんですけど、徒歩で兼六園から城跡からこの小山神社をねこう全部見れるという。で最終的に近江町市場の方に戻ってこれるというね、全部徒歩だけで見れちゃう。でそのすぐ近くに今日泊まってたアナホリデーイン金沢スカイがあるということでね、徒歩で楽しめるっていいですね。近江町市場の方に行きたいと思います。ちょうど戻ると今1時ぐらいなんで、ちょうどご飯時に戻ってこれて、11時多分15分ぐらいに出てちょうど戻ってこれる。もう本当に2時間ぐらいの観光で、しかもこの雪道を徒歩で歩いて全部のスポットを見れたというね、素晴らしい観光スポットですね。そして美味しいものをいただいて帰ると、それができるのが金沢ですね。でこの観光が終わったって言ったらまたなんか雪が降ってきてね、何なんですかこれ。皆さんも天気をコントロールしていきましょう。はい、歩いて近江町市場まで来ました。もうさっきの場所からそうですね10分歩いたかな。もうあっという間に着きましたね。腹ごしらえねしたいと思います。海鮮丼系のお店に入るか、ちょっと食べ歩きっぽいこと、できたらなというふうに思います。いやー、戻ってきました。昨日開いてなかったお店とかも開いてるかな。ここはご予約のお客さんはないんですね。昨日もそうです。近江町で1番と書いてますけど、昨日も閉まってたような気がするな。昨日開いてなかったとこが開いてるのは嬉しいな。逆に昨日入ったとこは閉まってますね。交代になんか開いたりしてるんですかね。この辺もなんかお店があったような。昨日は開いてなかったですよね。でもここはなんかまだ工事なんかしてるな。ここは今日は開いてないですね。ちょっとやっぱりね、金沢カレーっていうのは気になる。カツカレー食べますかね。サービスタイム L カツに使用するのは高品質なアメリカンポークということで、よかったですね。楽しみですね。来ました。これです。金沢カレーです。いただきます。カツ、米国シーボード社の作る豚肉を使用していると。ちょうど雪道をねめっちゃ歩いてきたからめちゃくちゃ美味しく感じる。やっぱスポーツの後のご飯美味しいじゃないですか。スキーとかスノーボードした最中のねゲレンデで食べるカレーがうまいみたいな、あれと同じ原理ですね。だからちょっと正しい評価ができてるかが分かりません。ボーナス点入っちゃってますね。金沢カレーの特徴としてはね、ルーが濃厚でドロッとした感じで、カレールーの上にはカツとかソースがかかってるんですね。ゲレンデのカレーだわ。金沢カレー制覇です。別動画のね、金沢地元民おすすめグルメの動画ではまた別のカレーも食べてますよ。はい、アナホリデーインさんでねいただいたこのチケットでコーヒーとかがね飲めるみたいなので、これ使いたいと思います。
それではね、先ほどのチケットで、コーヒーとか飲もうかなと思ったんですけど、抹茶のソフトクリームをいただきました。昨日は金箔ソフトをいただいたんですけど、普通のね抹茶のいただこうかな。いただきます。いや嬉しいですね、これタダで食べれるって。まあ濃い、濃くてうまいし、落ち着いた雰囲気もいいな。抹茶ロビーですね。いやこうやって素晴らしいね景色が眺められるのも特徴的ですね。いきます。なんかインパクトのある感じですね。広めのお風呂になっておりまして、しかもここを開ければこうベッドのね部屋見れますし、景色まで見えると。おお、これが夜の駅ですね。綺麗ですね。これは素晴らしい。映えますね。これね一応撮っておきましょう。噴水も美しいですね。アナクラウンプラザがあそこに見えてますね。もう本当に駅前、駅直結で近いです。はい、そろそろ到着ですね。今ちょうど7時に予約しております。ちょっと滑りそうなぐらい雪が。金沢の別に料理とかじゃないですけど、金沢の料理に飽きてきたみたいな人に炭火焼き U、 ここ Google 評価 4.6 最高です。はい、ここに行きます。じゃあね、わざわざ金沢に来ていいです。乾杯します。やっぱビールうまいですね。金沢の日本酒も美味しいですけど、やっぱ急にビール飲みたくなる時あるじゃないですか。あとね、池月の薄濁りっていうお酒がおすすめであったんで、このね薄濁りも頼んできました。金沢のお酒濁ってますね。いただきます。金沢の酒やっぱ甘いというかまろやかな感じがうまいっすね。って帰りたいな。うまっ。はい、きんぴポン酢ってなきました。これもうまそうっすね。うまっ、コリコリ。砂肝の皮なんですね。やっぱ砂肝のなんかやっぱコリコリ感があって、うまっ。どのお酒にも合うな。当たりっすね、この店。焼き鳥屋さんのね、焼き鳥来ました。せせりです。うまそうっすね。うわ。めちゃくちゃジューシーやな、これ。やばいわ。はい、次はね、砂肝です。砂肝好きなんですよね、僕。でもこれなんかスーパーとかで買うと結構処理がね、大変だったりするんで嫌がられるやつ。いただきます。何これ。こんなコリコリでジューシーな砂肝初めて。うまっ。歯応えすごっ。これはやばいですね。しかもめっちゃジューシー。マジ当たりっす、この店。はい、そして次のねお酒は天狗米です。これなんか聞いたことありますよね。これも人気とのことなんでね。おお、これはキレがありますね。桃源とか先ほどの薄濁りはめっちゃこうまろやかな感じなんですけど、これはまろやかな部分もあるんですけどキレがねあります。天狗のようなキレがありますね。どういうことやねん。来ました。野菜焼きの加賀れんこんですね。これですね、加賀れんこん。うまそう。本当に芸術品みたいになってますよ。もう食べる前からうまい。ああ、いい匂いする。うまっ。レンコンってこんな美味しくなるんや。天狗米。天狗になりますね、本当。自分が作ってないのになんか自分で作ったかのようにねおすすめして天狗になる。ありませんか。自分が作ったわけじゃないのになんかおすすめの店を友達とかに伝えてなんか自分がちょっと天狗になってるみたいなあるでしょ。ダメですよ。そんなことも金沢の旅は教えてくれるんですね。旅の自己投資。これも人気メニューですね。鶏レバーパテフラッカー付きということで、これねちょっとバーとかではよくあるねメニューだと思うんですけど、パテをここにこうつけてね、なんかバーとかでよくありますよね。これ焼き鳥屋さんで珍しいですね。うまっ。うまい。クラッカー
もうなんかすごいサクサク、ちょっと焦がしてるんですかね。それかなんか美味しいところのクラッカーをチョイスしてきてる。パテもめちゃくちゃうまい。つくねです。まあそうでも絶対うまいのか。はい、焼き鳥の基礎みたいなネギマです。昔は多分この焼き鳥しかなかったんじゃないかっていうぐらい焼き鳥の基礎。ジューシーすぎる。はい、これはね金沢ならではらしいんですけど、上白っていう部分ですね。ホルモンの部分になります。初めての食感、柔らかいし、でも表面はなんかちょっとカリカリに上がってて、でもホルモンのなんかこう淡白な感じもあり、でもなんかこうねっとりとした口の中にまとわりつくような感じもあり、なかなか面白い食感です。美味しいこれ。いただきます。このファーストヴィンテージ加賀ワイン。加賀能登のテロワールが金沢尾張町のワイナリーより発信料でファーストヴィンテージ、どういう意味か全く僕には分かりません。色はちょっと薄めですけど、あ、匂いがいい。何これ、ちょっと初めて飲むワインの感じ。なんか匂いはめっちゃフルーティーなんですけど、結構辛口な感じもあるし、僕が知ってるワインの味じゃないですね。アルコールの入ったブドウジュースみたいな、ラズベリーの味って感じですね。百万石のしいたけですね。いただきます。しいたけはね、やっぱ大人になればなるほどこう美味しいというかね、子供の頃は別にしいたけそんな好きじゃなかったはずなんですけどね。ナスとかやっぱキノコ類とかって大人になればなるほどうまいみたいな。うまはい、おはようございます。今から朝食食べに行きたいと思います。この辺はスタンダードなものですね。こんな感じで小さく食べられるようにつけられています。はい、朝食いっぱい取ってきました。ここから徒歩で歩いてお昼ご飯ね食べに行きたいと思います。今回ねレイトチェックアウトさせていただきました。お昼ご飯にかなり評価の高いお寿司屋さんがありましたので、そこに行きたいと思います。ここでもこのアナクラウンプラザホテルから徒歩3分ぐらいでしょうか、3分から5分以内の間で行けるので、そういった交通の便というかも非常にいいホテルですね。はい、見えてきましたね。本店加賀寿司の店、あ、誰も来てないかもしれない。こう本日お任せ握りといろいろありますね。こんな感じの立派なお店ですね。黒帯っていう竹を扱んでいたります。だるいか。美味しい。抜群に美味しい。醤油もね、寿司ごとに変えてるらしいんで、そのまま食べれるということですね。塩が2種類かかっているということですね。日本海で採れたマグロ。うまっ。味。それでは日本酒加賀の月をいただきます。あ、これはすっきりしてるな。高級魚やがらうまい。これが甘エビの味噌別で頼みます。ああ、めっちゃ合う。30代、僕の好きな貝。黒マグロの子供。黒マグロのね。
ちいちごしいたけです。元手まりって言われるブランドになる、しいたけ。マスの昆布締め。いいなこれも。昆布。ここで紹介した以外にもね、いろいろ食べましたが全部美味しかったです。はい、加賀安助さんでめちゃくちゃ美味しいお寿司食べてきました。今日ね、僕がたまたま運が良かったんで、もう誰もねいないタイミングで来ることができましたけども、いや本来ならもう絶対に予約した方がいいです。予約することで食べたいネタだったりとかをね仕入れてもらったりとかできるので、僕みたいにねいきなり訪問みたいなことはやめましょう。はい、もうすぐねチェックアウトして帰ろうかなと思ってるんですけど、ちょうどそのタイミングで結構晴れてきました。新幹線も見えますからね。はい、チェックアウト終わりました。僕はサンダーバードに乗って神戸の方に帰りたいと思うので、あと22分、その間にちょっとお土産見たり切符をね発見したりとやっていきたいと思います。例えば2泊3日とかする場合に帰る日の宿泊はこういう駅前に宿泊してるとめちゃ楽です。今回1日目は観光スポットに近い ANA のホリデーイン金沢スカイに泊まりましたけども、それもちょうど良かったですし、2日目はこのアナクラウンプラザホテルもちょうど良かったかなと思います。僕自身もかなり満足した旅を今回することができたので、皆さんも参考にしていただき、そのままもう丸々行ってもらったらと思います。もうそれでもう金沢語れます。いや僕が言うとダメ、金沢の人に怒られちゃいます。金沢をねもっと語りたいという方はもう一つ動画準備しております。地元民におすすめいただいたマニアックな旅になります。こちらを参考にしていただければ金沢語れると思いますよ。そしてね、金沢だけじゃなくって石川県をね語りたいという方は和倉温泉の旅も別動画でご用意しております。こちらまで網羅すれば石川県も語れちゃいます。いやまだまだです。能登半島もついでに行っちゃいましょう。ここまで行けば、いやもう俺石川県全部知ってるからみたいな感じで言っちゃっても大丈夫かもしれませんと思いきや、やっぱりね宿も押さえとかないといけません。和倉温泉の超有名な加賀屋の宿泊機も動画で用意しておりますよ。こちらもチェックしておきましょう。そして能登半島にあるランプの宿というね素晴らしい絶景宿も押さえております。モーリーチャンネルすごすぎだろということで、ぜひ全部見ていただければなと思います。最後はねちょっとお土産見ます。はい、ちょっと出てきました。この僕は2枚重ねにしないといけないのはちょっと納得いってませんが、これで帰ります。お土産は何がおすすめなのかな。酒のつまみみたいなのがいっぱいあるの。水もスピークが飲みですね。のどぐろふりかけとか帰ってくるっていうな。いや結構酒も飲んだ気がするけど、めっちゃ種類多いな。これは富山と石川県と福井のお酒がずらーっと並んでるみたいですね。香川坊茶飲みますね。金箔入りコーヒーとかいろいろありますね。それではね、お土産も買いましたし、残り時間10分あります。4時のサンダーバードで2番乗り場から帰りたいと思います。東京方面の方はこの北陸新幹線もね出てるんで、東京の方の方が行きやすいかなと思います。関西の方が新幹線出てなくて、京都まで新幹線出てきて、そこからサンダーバードに乗るんですよ。でサンダーバードは結構その雪とか、風とかの影響で欠航になったりするんで要注意です、関西の人は。はい、2番乗り場サンダーバード。もう来てるな。もう待ってるわ。乗りましょう。ちょっと正面から映像を撮ります。はい、これがサンダーバードですね。ここです。各車の番号は出入り口。駅も読んでられましたね。横断地峰、剣ヶ峰の3つの峰は1962年に国立公園に指定されております。いかがでしたでしょうか。金沢は本当に魅力的な街なので、
一生にね一度は体験してみてほしいですね。そしてねベーシックな金沢を体験した後は地元民おすすめグルメやその周辺の和倉温泉や能登半島なども大人の穴場旅行として合わせて体験してみることをお勧めいたします。そちらの動画も全て出しておりますのでぜひご覧くださいませ。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このような人気観光スポットの動画をもっと出してほしいと思ったら皆様の高評価コメントをお願いいたします。メンバーシップではね今回の動画やこの動画の裏話や近況報告など限定動画もね随時アップいたしますのでぜひ参加をお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし名刺パスポートイヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして除菌シートだったりとかも入れれますしなんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけどなんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけようでもスイッチやりたいかもしれんし仕事ももしかしたら入るかもしれん喉も渇くかもしれんみたいなそんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。